鎌倉時代に本格化した中国からの禅宗の輸入は、鎌倉幕府の北条氏や京都では九条家などの支援を得て、比叡山との確執を乗り越えながら発展の道をたどり、今日鎌倉に五山と呼ばれる幕府直営の寺院を構え、南北朝室町時代に隆盛となります。禅宗は大乗仏教から中国で派生した独特の教えで、修行や問答を通じた体験的な悟りを重視しました。中でも臨済宗のいくつかの流派では、言葉のイメージ喚起力を借り、文学的な表現を多用します。そして師匠と弟子が共同生活の合間に一対一で向かい合い、生活の中で後進を導く教育法をとっていました。逆に悟りの内容を論理的に説明し、文字を通じて伝えることは難しいという立場をとります。日本の禅宗を導いた栄西や道元はいずれも日宋した留学僧で、大陸で師の印鑑を得て帰ります。このことは禅僧にとって大切な事柄で、続く弟子たちも中国への留学を目指します。そして禅宗の事情を察知した北条氏は、鎌倉に新設する寺院に蘭渓道流や無学祖元など中国の高僧を招致しました。彼らは建長寺や円覚寺、後には京の南禅寺に入って直接後進を指導します。これら日中間の人的交流は禅宗の一つの特色となりました。そこで禅僧たちは中国寺院の生活文化に浸り、日本の禅院も中国風の建築様式を採用したり、室内を中国風の調度で飾ったりします。また中国通となるばかりか、高度な漢語の理解力を培い、次第に漢学の専門家、漢文の作家としての地位を確立していきました。こうした条件が中国文化の特色となっていた出版文化を日本に導く結果を生み出します。こうして作られた日本中世の禅宗寺院の出版本は五山版と呼んでいます。鎌倉時代、日本でも寺院での出版が盛んであったことはすでに述べました。しかしそこには日本の伝統に従う2つの制約がありました。一つはその内容が教論またはその解説またはそれらをもとにした祖師の著作であることです。もう一つはその様式が在来の写本の模造であることです。五山版はこれらの制約から離れて作られました。五山版の様式は当時の中国の出版本草原版の様式を真似たものです。それは初めから冊子本の形を想定し、胸郭や回線、半身といった現代の日本の原稿用紙に近い枠の中に国字用に直線的に変形された書体の文字を並べ、片面刷り、谷折りで束ねる形です。中国では南宋時代に出版文化が発達し、商業的な出版が栄え、出版に適した様式を備えていきました。禅僧たちが留学した中国の南方は、まさにそうした出版を主導していた地域であり、禅宗寺院の出版も商業出版を直接の背景として行われていたことから、日本の五山版も草原版を模造する方向で作られたのです。こちらに指導文庫で所有している津願記事本末という書物の総版、これは総末の版本ですけれども、お示しをしています。宋代の版本はこのようにですね、一丁を丸々こう胸郭と呼ばれる線で、区切りまして、それから一行ごとに回線と呼ばれる線を引いていきまして、でその中に、当代の明筆家の筆跡を標準とした、しかしこう彫りやすいように、印刷出版用に様式化された、そういう文字を並べていきます。これは日本の和洋の出版物とは非常に異なる特色です。それから書物の想定としましては、こう紙の片側に印刷をしまして、裏側はすらないと
片面刷りを谷折りにして、次々にこの部分で糊付けをしていくというですね、胡蝶層と呼ばれる層底、これ日本のdet蝶層と、構造は同じなんですけれども、印刷面が片側だけであるというところが違います。でこう交互にですね、刷った面と刷らない面が現れてくる。これが蝶が羽を閉じたり開いたりする、その形に似ているというので、胡蝶層というふうに呼ばれています。こちらは日本の五山版です。日本の五山版、こちらは慶徳伝統録という書物の全集の書物の出版本ですけれども、これは中国で出版された版本を元にしてそれを日本で複製したものですね。でこちらの本ももともとは印刷面を谷折りにした胡蝶層で印刷されていたことが分かってきます。ただこの場合は後に山折りの形の冊子本に変更されていますけれども、ただこの中国式の出版様式を採用しまして、こういう胸郭の中に回線を引いて、印刷様式の文字を並べていくという版本の様式は全く中国風に倣ったものとなっていて、でこれまでに見てきた日本の和様の出版物とは全く異なるということがわかると思います。今までの日本の出版物は写本の模造という姿勢を貫いてきたんですけれども、この新しい全集の出版物は草原版の模造というふうに模造の対象を切り替えているということが言えると思います。